皆さんこんにちは、なおです。いつも私のチャンネルを見ていただきどうもありがとうございます。今回シナンジュスタインナラティブバージョンの第1回目なんですが、今までねいろいろと素組みをしてきた中で、まずはこのキットを完成させてみることにしました。このナラティブバージョンとユニコーンバージョンの違いなんですが、胸部と袖の部分にあるエングレービングですね。これ素組みの状態だとシールになっちゃうんですよね。 HG だからしょうがないとは思うんですが、素組みの状態でもここの部分だけでもね塗装するとかなり印象が違うんじゃないかなと思うので、今回意外と簡単にできてしまうと思うので、まずはエングレービングの塗装をしていきたいと思います。塗装前の処理なんですが、全体にヤスリをかけることは今回しませんが、サイドに出てくるこのランナー跡ですね、これだけはちゃんとヤスリがけをして消しておくことにします。これが終わったら塗装の方に進みます。はい、塗装の準備完了です。色をね塗る前にやっておきたいのがサーフェイサーを塗る作業なんですが、今回は表面処理をしてないので、その傷を消すっていう目的ではなくて、塗料の食いつきを良くするため、あとこの後に塗装する色の下地色として、そういった目的でサーフェイサーを拭きます。私は普段エアブラシで拭いてるんですが、缶入りのタイプでも大丈夫だと思います。はい、というわけでサーフェイサーの処理終わりました。今回一般的なグレーのサフにホワイトのサフを混ぜて使用しました。白の割合の方が多いかな。なぜ混ぜたかというと、この後に塗装する塗料の問題なんですが、白を塗装したいんですよね。だからグレーのサフだとちょっと下地がねきつすぎて白にこう影響してしまうんですよね。じゃあ白いサフだけ塗ればいいかっていうと、そうすると今度こう白の上にね白を塗るとちゃんと白が乗ったかどうかっていうのがちょっと分かりづらいんですよね。だからほんの少しグレーがかったサフを作って、その上に白を塗装するっていうことをやりました。塗装全般に言えることなんですが、1回でこう色を全部のせようとすると結構ね色が垂れちゃったりすることがあるので、だいたい2回くらいに分けて塗ると綺麗に塗装できると思います。はい、白の塗装完成しました。今回模様の部分が白で、それ以外の部分は黒なんですが、次に黒を塗装していきたいと思います。使用しているのはタミヤのエナメル塗料ですが、エナメル塗料であれば別にどこのメーカーを使っても問題ないと思います。今回の方法で大事なのは、ここでラッカー塗料を使わないっていうことですね。必ずエナメル塗料を使用してください。スミレ用のこれもエナメル塗料なんですが、ちょっと希釈がねされすぎてて今回の塗装には向かないので、これは使用できません。瓶の塗料のままだとちょっとエアブラシで拭くには濃度が濃すぎるので、専用のエナメル薄め液で希釈をします。ここであまり薄めすぎると今度塗料が乗りづらくなってしまうので、エアブラシで拭けるギリギリの濃さ、なるべく濃い状態で拭く方がいいと思います。エナメル塗料なんですが、ラッカー塗料よりも色をのせるのが難しいと思うので、最初は薄く塗って一度乾燥させて、2回目に全体にねムラがないように色をのせていくのがいいんではないかなと思います。さっきの白もそうだったんですが、模様とかは特に今は考えずに、とにかく全体に黒を塗っていきます。少し時間を置いて2回目の黒を塗装します。
2回くらいでおそらく色は乗り切ってしまうと思うんですが、もし乗り切らない場合は3回くらいに分けてもいいと思います。はい、というわけで黒の塗装も完成しました。次に模様の部分だけを拭き取っていきます。要領はスミレとかと一緒ですね。この拭き取る作業なんですが、最初はちょっと難しく感じるかもしれないですが、ちょこっとやってるうちにだんだん慣れてくるので、意外と簡単に拭き取ることができるようになると思います。もし間違って拭いてはいけないところをね、拭き取ってしまった場合は、もう一回前の工程に戻ってエアブラシで拭くか、もしくは細かいちょっとしたところであれば筆を使ってリタッチするのもいいと思います。スミレよりも塗料の濃度がかなり濃いので、綿棒はすぐに汚れてしまうんですが、こまめに取り替えると効率よく拭き取れると思います。縁の部分は比較的拭き取るのは簡単なんですが、こういった模様の部分、一見難しそうに見えるんですが、段差になっているので意外と簡単に拭き取ることができます。はい、というわけで袖パーツの拭き取りが完了しました。続いて胸部パーツの拭き取りをやっていきます。映像のようにマスキングテープを使えば拭き取りたくない部分はカバーできるので、塗り直しのリスクもね、減らすことができます。胸部のパーツ、一部縁の部分が段差になってないところがありました。こういった場合はマスキングテープを縁から少し離れたところに貼ってあげて縁取りを作ります。このマスキング処理も縁の線に沿って平行に貼るだけなので意外と簡単に貼れます。あとは同じ要領で拭き取るだけです。こんな感じで段差がないところも無事に拭き取ることができました。他の段差のない部分もマスキングテープを使えば簡単に乗り切ることができると思います。ネオジオのマークの部分、ここは段差になっているのでもう余裕ですよね。綺麗にマスクしたつもりなんですが、どうしてもまっすぐにねラインが出てなかったりする部分があるので、そういった場合は筆でリタッチします。最後に塗装面を保護するためにトップコートをします。今回は艶消し仕上げにしたいので艶消しクリアを吹きます。これを塗装するともう黒を拭き取ることはできませんので、最後にしっかりと確認してから塗装してください。ねえパパ、これ一緒に遊ぼう。ちょっと待って、何してるのじゃ。めっちゃちょっと今ねやばい。何やばいで。はい、というわけでエングレービングの塗装完了しました。マスキングして塗装する方法もありますが、この方法ならねすごく簡単にできるので、やったことがない方はぜひトライしてみてください。ここで一つお伝えしたいことがあるんですが、はい、この HGUC シナンジュスタインナラティブバージョン完成後に1名様にプレゼントしたいと思います。応募方法ですが、今後公開するこのシナンジュスタインの制作動画の中でお伝えするので、ぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。ある系の動画も今編集中なので、もうすぐ公開予定です。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。